こんにちは、たかしです。本日は5月28日土曜日、週末ですので、来週30日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。現在週足ここにエリオット波動5波をイメージしております。その今5波目と考えているんですが、この5波が完了し今修正波に入っているのか、それとも5波の途中なのかというところなんですね。現在 GMMA は上向いてきておりまして、今は押し目買いポイントと見ているんですが、もしここで5波が完了しているのであれば、今は修正波の A 波が進行中ということで A、B、C と下落する可能性を考えておきたいところです。そう考えますと、一旦のターゲットはここの 38.2% ですね。このオレンジのラインです。これはこの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% なんですが、151.5 円ぐらい、この辺ぐらいまでの下落は一旦考えておきたいんですが、今ここ週足では GMMA に接触してそこから反発してきているようにも見えますので、ここから反発して上昇していくのか、それともこのエリオット波動が完成して A、B、C と修正波に入っていくのかという、その辺を見極めたいところですね。現在はここですね、ここ数ヶ月揉み合ったこのレンジですね、この上限158円ぐらいのところで今は一旦反発で、週足ではここ先々週が長い下髭陰線となっているんですが、ちょうどこの辺付近が、実態が抑えられた部分でもありますので、そこから反発しそうにも見えます。ただストキャスティックスもう少し下げる余地があるんですね。過去の反発がここですね、ここですけれども、ここからの上昇を見てますとこの辺付近ですので、今もう少し下げてもおかしくないのかなと。そう考えますと、来週はもう一度陰線が出てくる可能性もあります。そしてマックディが今デッドクロスしてきておりますので、この辺も気になるところですね。今は一旦ここ158円付近でサポートされて上昇しそうにも見えますけれども、今陰線が3本、この頂点から1、2、3本と陰線が出て、そこから陽線2本となってきております。来週もう一回陽線が出るようですと、そこから上昇する可能性も上がるんですけれども、今陽線2本だけですので、ちょっと何とも言い難いところですね。ですので、方向感がないとも取れるんですが、週足単位ではここから押し目買いで上昇しそう。ただ、買い足ではだいぶ怪しい状態になってきてますので、一旦の下落後のもう一度上昇っていうのが一旦イメージに入れておくといいかもしれません。では、日足です。先ほどのエリオット波動の5波の部分ですね。ここからの今1段、2段、3段下げになるのかというところですね。今1回、2回下げてますので、ここから今もう1段下げる可能性が高いとも考えられます。ただ、週足ではこの辺に GMMA が走ってまして、ここからの押し目買いポイントとなっておりますので、今想定できる範囲ですともう一度下げてきて、この辺付近、156円ぐらい、この辺のところでダブルボトムをつけての上昇になるのか。ただ、この赤のラインですね、これ週足に引いたトレンドラインなんですが、この辺を一旦タッチしに来るんじゃないのかなと個人的には考えてますので、今1段下げ、2段下げ、もう1段下げて、この辺付近、155円から6円ぐらいですね。この辺にもう一度タッチしに来たところでの上昇になっていくというふうにも考えられます。インジケーターはストキャスティックス方向感がない状態。マクディはゴールデンクロスはしてきておりますけれども、今 GMMA で上値を抑えられている風にも見えますので、方向感が分かりにくくなってます。GMMA はこの今上から下向きになってきておりますので、このまま一旦下落してくると、これが収束してさらに下向いてきますので、そうなるともう一段下落ということも考えられます。もしここ156円ぐらいを目指してくるのであれば、次の反発は急激にしてこないといけない気もしますので、そこで反発が鈍いようですともう一段大きく下げていく。そうなるとこの黄色の、レンジに戻ってくる可能性もありますので、その辺は注意が必要ですね。今はここで三角持ち合いを描いておりますので、どちらに抜けるのかを見極めたいところ。今週足では下からの GMMA のサポートによって上昇しそう。ただ日足では1段2段もう一段下げが起こりそうというところですので、やはりこの三角持ち合い、もしくはここでのレンジですね、その辺をどちらに抜けるのかというところが、この先の方向性を決める大きなポイントになってきそうです。では4時間足です。4時間足では1段2段3段と高値を切り下げてきてますし、安値を更新してきてますので、ダウ理論的には今下落トレンド中と考えられます。ただ GMMA を見てますと、今までずっと下げてきていたものが今は完全に横ばいになってますので、方向感がない状態で、今ちょうど GMMA の上にありますよね。なんとなくですけれども GMMA にサポートされているようにも見えるんですね。だからここですね、この GMMA に今サポートされて上昇しそうにも見えてますので、その辺が気になるところではあるんですね。今昨日もここで一旦下髭を作ってますが、
ちょうど GMMA 付近でサポートされて上に戻されてます。ただ上髭も結構出てますので、ここからまだ上昇するのかどうかっていうのが分かりにくいところ。今は三角持ち合いの上限にありますけれども、今これを抜けたとは取れませんので、もう少し明確にはっきり抜けてくるといいんですけれども、今はこれを抜けそうでまた戻されそうというところで、今は一旦 GMMA にサポートされているように見えますので、ここから上がっていくとも考えられるんですけれども、次もし GMMA の下に来た時は注意が必要ですね。もう一段下を深掘る可能性があるとも見れます。今は一旦ここ三角持ち合いをどちらに抜けるかですけれども、今もだいぶ形が崩れかけてきてますので、一旦はこの白のボックスを次は目安にした方がいいのかもしれないですね。もしこの三角持ち合いを明確に上抜けてくる、この4時間足の実態で大きく上抜けてきた時は戻しを待ってからの上昇を取っていく。そしてこのボックスの上限ぐらいまでは狙っていけそうですけれども、今この抜け方では少しそれはやりにくいなっていう感じですので、この三角持ちが崩れてくると次はボックス上限でのショート、もしくはボックス上抜けでのロング、戻しを待ってからのロングっていうところを狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。インジケーターですけれども、ストキャスティクス高値圏からのデッドクロスはあるんですが、この辺あまり機能していない感じですよね。なのでこれを見てますともう一段上昇しそうには見えますけれども、今ここからじりじりと上げてくる分には、取っていくのが難しいと思いますので、その場合は先ほど言いましたようにこのボックス上限でのショート、もしくはボックスを抜けてきたところからの押し目買いで、このオレンジの点線ぐらいまでというところで、次今度 GMMA の下にローソク足が入った場合はちょっと注意が必要だなと思ってまして、この三角持ち合い下抜けからのショートっていうのは少し値幅的には難しいのかなと思ってますので、そうなった場合は次はボックスを下抜けたところからのショートですね。で、この紫のラインぐらいまでを取っていければなと思ってますが、この下にちょうど見えてますけれども、この先ほど、日足で言ってました、ここが週足に引いたトレンドラインになりますので、この辺ぐらいまでは下落してくる可能性も考えておきたいところです。現在はここのオレンジのトレンドラインに引っかかっているようにも見えますので、週明け大きく下落してくる可能性も考えられます。ただ今は GMMA の上でサポートされているようにも見えますので、このまま上がっていけばいいんですけれども、ここでしばらくこの、横ばいの状態が続いてくると、今度は MACD がダイバージェンスを起こしてくると思いますので、そうなると大きめの下落につながる可能性もあります。ですので先ほど言いましたように GMMA を下抜けたら少し、そこは危険かなと思いますので、一旦下までを待つ方がいいかもしれない。もしくはこのボックス下限からのショートを狙っていくのがいいかなと考えてます。では1時間足です。先ほどの三角持ち合いの上限で今張り付いている感じですね。ここを今明確に抜けられずに横ばいになっているんですが、これがどこまで続くのかですね。1時間足ではここにアセンディングトライアングルのようにも見えてきます。こんな感じですね。今上限で上げ渋っている感じかといって、ここは安値を切り上げている状態ですので、ここからの一旦の上抜けっていうことも考えられますが、次ここを上抜けてきても、この高値ですね、ここを上抜けられないと騙しになって戻される可能性がありますね。で、ここを上抜けてくると一旦このボックスの上限ですね、161.8 ぐらい、この辺を目指してくるとは考えられますが、一旦はここを抜けられるかどうかっていうところがポイントですね。そして4時間足の GMMA も今ちょうどここを通っておりますので、1時間足のこのアセンディングトライアングルが崩れた時がもしかしたら大きく下落する時になるかもしれませんので、その辺は注意が必要ですね。今一旦は上抜けするとは考えますけれども、上抜けして騙しになって大きく下落ということも考えられますので、今ここを上抜けて1時間足とか4時間足のローソク足の実体部分がこの高値を上抜けて終えると、そこからは一旦上昇するとは考えますけれども、今上抜けたからといってすぐに飛び乗ってしまうとまた戻される可能性もありますので、結構アセンディングトライアングルとかもそういうのがあるんですよね。抜けたすぐ上に抵抗があるときは、この抜けて騙しで戻される。で、結局ここの部分はヒゲになったみたいなこともよくありますので、その辺は注意が必要ですね。今はどちらに行くかが分かりにくいというところで、もう少し方向性が出てからトレードする方がいいと思いますし、今三角持ち合いが崩れかけているので、ここの上抜けからのロングを取っていくというよりも、このボックス上限に来たところでのショートとか、ボックス下限に来たところでのロングとか、で、ボックスを抜けてからの押し目買いや戻り売りを狙っていく方が安心してトレードできるのかなとは思ってます。今はこの三角持ち合いの中を行ったり来たりしてますので、時間足を落としていけばトレードができないことはないとは思います。例えば、こういった安値を切り上げてますので、この辺の下髭をサインに上昇を取っていくとかも考えられなくはないんですけれども、この分かりにくい動きの中でトレードをすると、ただただ疲弊するだけですので、あまりしな
ない方がいいのかなと個人的には考えてますので、一旦大枠ではありますけれども、この白のボックスの上限下限に引き付けてトレードするのが一番わかりやすいとは考えてます。そして先ほども言いましたが、この三角持ち合いの場合は今明確には上抜けてませんが、ここを明確にローソク足、大きなローソク足で上抜けとかをした場合は、その戻しを待ってからのロングは取っていけるとは思いますが、ショートの場合はここあまり値幅がありませんので、ここは静観一旦待つのがいいのかなと見ております。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。